今日の努力が明日をどのように変えると思いますか？明日を強くするのは今日の努力だ。河合嗣之助。皆さんこんにちは、こんばんは。今回は河合嗣之助の言霊を紹介していきます。河合嗣之助が残した言葉、明日を強くするのは今日の努力だは、私たちにとってシンプルだけどとても深いメッセージを届けてくれています。この言葉が生まれた背景には、幕末という動乱の時代における河合嗣之助自身の生き方や思想が影響していると言われています。当時の日本では目の前の困難に耐え、未来を切り開こうとする姿勢が求められていました。この言霊には未来への希望と、それを実現するための具体的な行動が詰まっています。今日の努力が明日を変えると言われても、どんな変化が起きるかは想像しにくいかもしれません。でもこの言葉が教えてくれるのは、小さな努力を積み重ねることで未来に大きな変化をもたらすことができるということなんです。心に響く言霊コレクションでは、こうしたエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。それではまず河合嗣之助のルーツをたどりながら、この言霊がどのようにして生まれたのかを紐解いていきましょう。言霊よ、あなたの心に響け。こんにちは、カミルです。今日は河合嗣之助さんについて教えていただけるんですよね。どんな人なのか、すごく興味があります。その通り、河合嗣之助は幕末の越後長岡藩の家老として活躍した人物だよ。彼は特に改革的な思想と行動力で知られているんだ。家老ってことはお殿様を支える偉い人なんですね。でもどんな風に育ったのかが気になります。河合嗣之助は1827年に越後長岡藩で生まれたんだ。彼の家は決して裕福ではない武士の家だったけど、幼い頃から学問に対して非常に熱心だったよ。特に史学や陽明学などの学問に親しみ、考える力を養っていったんだ。学問が好きな子だったんですね。その頃からリーダーとしての素質を持っていたんですね。そうだね。さらに注目すべきは、彼が当時の閉鎖的な藩の中でも外の世界を知ることにこだわっていた点だよ。これは後に彼の改革精神へとつながっていくんだ。閉鎖的な時代に外の世界を気にするってすごく先進的。まさに時代を超えた人だったんですね。嗣之助さんって家老として具体的にどんな行動をしていたんですか？もっと詳しく教えてください。彼が大きな転機を迎えたのは家老職についてからだね。当時の長岡藩は財政難に苦しんでいたけど、河合嗣之助は徹底した藩政改革を進めたんだよ。改革ってどんなことをしたんですか？まず藩内の無駄を徹底的に省き、藩の財政を立て直すための政策を打ち出したんだ。それに加えて藩士に対して学問や軍事訓練の重要性を説いて、スキルアップを促したんだよ。財政の立て直しだけじゃなく、人材育成にも力を入れていたんですね。その通り。さらに当時最新だった洋式砲術を導入したり、藩の軍備を強化したりと、外来文化や技術も積極的に取り入れていったんだ。これが彼の新種の気風だよ。外来の技術を取り入れるってすごく柔軟な考え方ですね。そのおかげで長岡藩も強くなったんでしょうか？そうだね。ただこれらの取り組みは順調とは言えなかったよ。反発も多かったし、特に財政改革は藩士たちにも大きな負担を強いる痛みを伴うものだったからね。でもその苦労があったからこそ未来への基盤ができたんですね。嗣之助さんがいろんな改革をしたのは分かったけど、どうしてそんなに頑張れたんですか？特別な信念があったんでしょうか？彼の原動力になっていたのは、未来を見据えた行動の大切さを説く信念だよ。それを象徴するのがこの言葉だね。明日を強くするのは今日の努力だですよね。そう。この言葉は
彼が反省改革や戦の準備を進める中で、どれだけ困難な状況に直面しても未来のために今を諦めないという意志を貫いた証なんだ。それって私たちの生活にも通じますね。今頑張ることで明日がもっと良くなるんだって思える気がします。その通り、継之助のこの言葉は幕末という困難な時代を生き抜こうとした姿勢を象徴しているんだよ。今日の努力はどんな状況でも必ず明日を変える力になるんだ。未来のために頑張るってすごく前向きな気持ちになりますね。私も今日の努力を意識していきたいです。継之助が教えてくれるのは、どんなに小さな努力でも続けることで未来を変える大きな力に変わるということだよ。本当に素敵な言葉ですね。河合継之助さん、すごく尊敬します。河合継之助さんの明日を強くするのは今日の努力だって言葉、昭和初期の日本にも通じるものがありますよね。その頃の日本ってどんな時代だったんですか？いい質問だね、ハミルさん。昭和初期の日本は1929年の世界恐慌の影響を受けて経済が大きく停滞していた時代なんだよ。特に農村では不作や過剰人口による貧困が深刻で、多くの人が生活の糧を求めて都市へ移り始めていたんだ。経済も社会も大変だったんですね。それでもみんなどうにかして乗り越えようとしていたんですか？その通り、当時の日本は近代化の中で機械化や産業の発展が進んでいたけれど、地域間や階層間の格差も広がっていたんだよ。昭和初期の日本にも今日の努力が明日を強くするという考え方は多くの人々に未来への希望を与えたんだ。そうなんですね。でもそんな厳しい状況の中でどうして今日の努力が特に大事だと考えられたんでしょう？良いところに気づいたね、ハミルさん。当時の日本では何とかして今の困難を乗り越え未来を明るいものにする必要があったんだ。そのためには少しずつでも前進し続ける努力が不可欠だった。だからこそ今日の努力が多くの人にとって希望の象徴となったんだよ。なるほど。じゃあそれってどんな風に現実に生かされたんですか？例えば農村部では青年団を中心に共同作業や技術革新が進められたり、都市部では産業の効率化や労働運動が活発になったりしたよ。個々の努力が社会全体の再生につながると信じられていたんだ。一人一人の努力が未来だけじゃなくて社会全体の希望にもつながっていたんですね。でも河合継之助さんの言葉がどうしてそんなに多くの人に響いたんでしょう？それは彼自身が行動するリーダーだったからだよ。河合継之助は改革を進める中で何度も困難に直面したけれど、それでも目標を見失わず未来のために今を大切にする姿勢を貫いたんだ。河合継之助の生き様は彼の言葉に力を与え、その思想は時代を超えて多くの人に共感を呼んだんだよ。自分が努力を実践している人の言葉には本当に説得力がありますね。その通り、彼の言葉には単なる理想論ではなく自分の行動と信念がしっかりと裏打ちされていたんだ。そしてその教えは今もなお私たちに未来を信じて歩む力を与えてくれるよ。なるほど。今日の努力が明日を変えるって今の私たちにも通じる教えですね。その通りだよ、ハミルさん。この言葉はどんな時代にも未来を切り開く原動力となる普遍的な教えだよ。私も今日から意識して努力してみようと思います。明日から取り組むためにももう少し具体的な内容でディスカッションしてみたいです。わかったよ。それじゃあ私たちが未来に生かせるテーマをいくつか考えてみたから選んでみてね。小さな努力を積み重ねることで得られる成長、目標を持って日々を充実させる方法、困難な状況でも未来を信じて行動する大切さ。
私は目標を持って日々を充実させる方法について考えてみたいです。普段の生活の中で何か目標を立てても途中で忘れちゃったり、やる気が続かなかったりすることがあるんです。それに大きすぎる目標だとどこから始めていいかわからなくなることもあって、でも目標を持って取り組むことで自分の生活がもっと楽しくなったり、充実感が増えたりするって聞いたことがあるんです。どうすれば目標をうまく立てて、それを毎日コツコツ続けられるようになるんでしょうか。目標を持って日々を充実させるって言葉では簡単だけど、実際にどうすればいいのか悩んでいます。そんな悩みに今日は答えを見つけたいです。いい議題だね、ハミルさん。目標を持つことが日々の行動に意味を与えてくれるのは確かだよね。でも確かに目標の立て方や取り組み方次第でそれがうまくいくかどうかも変わってくる。ここで目標を持ちながら日々を充実させるための3つの具体的なステップを紹介するよ。どれも無理なく実践できる方法だからぜひ試してみてね。1、目標を小さく分けて具体化する。2、日々の努力を見える化する。3、達成を楽しむマインドを持つ。どれも日常に取り入れやすい方法だよ。順番に話していこう。1、目標を小さく分けて具体化する。目標を小さく分けるってどういうことですか？具体的にどうやればいいんでしょう？いい質問だね、ハミルさん。目標が大きすぎるとどこから手をつけていいかわからなくなったり、途中で挫折しやすくなるよね。例えば毎日30分運動するという目標があったら、まずはそれをもっと小さく具体的に分けてみるといいんだ。具体的にはどんな感じになりますか？例えばまずは10分間だけストレッチをするから始めるとか、平日は3日だけ頑張るといった具合に小さくて現実的な目標を設定するんだ。そしてそれを少しずつ増やしていけば、いつの間にか大きな目標に近づいているという仕組みだよ。なるほど。小さい目標なら達成できそうだし、続けやすそうですね。2、日々の努力を見える化する。日々の努力を見える化するってどういうことですか？これは自分がやったことを記録に残していくことだよ。例えば日記やチェックリストを使ったり、カレンダーに達成した日に丸をつけたりして、自分の進歩を目に見える形にするんだ。それって続けられるモチベーションになりそうですね。その通り。努力の結果が視覚的にわかると、自分ちゃんと頑張ってるなって実感できるから、もっと頑張ろうって気持ちになるんだよ。スマホのアプリなんかを使うのもおすすめだよ。私もカレンダーに毎日丸をつけてみたら達成感がありそう。3、達成を楽しむマインドを持つ。でも目標を達成する過程で楽しむって難しそうじゃないですか？どうすれば楽しめるんでしょう？それは小さな達成をお祝いすることだよ。例えば1週間連続で運動できたら自分に小さなご褒美をあげるとか、ちょっとだけ難しい目標をクリアしたら好きなことをする時間を作るみたいに楽しみを組み込むんだ。ご褒美があると目標に取り組むのが楽しくなりそうですね。そうだね。そして自分を褒めることも忘れずに、今日はよくやったって自分に声をかけてあげると、それだけで次も頑張ろうって思えるよ。それなら私にもできそう。小さな目標を達成するたびに自分を褒めてあげます。目標を持つことで日々の生活がもっと充実するのは確かだよ。大切なのはその目標を無理なく楽しんで続けていくこと。今回の話を聞いて目標を立てるのが楽しみになりました。これから早速実践してみます。小さく分ける、見える化する、楽しむの3つを取り入れることで目標達成までの過程をもっと楽しくできそうです。見てくださった皆さん、今回のテーマについてどう感じましたか？ぜひコメント欄であなたの考えを聞かせてください。今日はありがとうございました。
ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。最後にもう一度あなたに問いかけます。今日の努力が明日をどのように変えると思いますか？河合嗣之助が残した言葉、明日を強くするのは今日の努力だ。この言葉は私たちの生活に大切なヒントを与えてくれるものでした。目標を持つことの大切さ、努力を積み重ねることの意義、そしてその先にある未来への可能性、どれも今の私たちに響く考え方ですよね。目標を小さく分けて始めること、日々の努力を見える形にすること、そして達成を楽しむこと、この3つのステップを意識して今日から明日を強くする努力を始めてみてください。心に響く言霊コレクションではエネルギーを宿した言葉をご紹介し、皆様のパワーにつながる動画を作っています。あなたの心に少しでも響いていましたら、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。コメント欄で今回の言霊についてあなたの考えや感じたことをシェアしていただけると嬉しいです。それでは良い一日をお過ごしください。次回の動画の言霊もあなたの心に響け。